5月9日の土曜日になります。土日なので子供たちはグラマとダディの家にいるので、今日明日は完全に一人の時間になります。なので今日は話そうと思っていた人と話す予定です。で、彼の名前はブライアンっていうんですけど、8月にセドナに行った時に紹介してもらった方で、今ブライアンはセドナではなくフロリダに住んでいるので、インターネットのフェイスタイムで話すことになるんですけど、ブライアンとつなげてもらったのでね、今日は彼と話すことを楽しみにしています。どんなことを話すかっていうと、私のこれからの人生の方向性だとか、あとはこの YouTube チャンネルですね。今はチャンネル登録者数が300人ぐらいいるので、私はこれを収益化したいと思っているので、そのチャンネルの方向性だとかを話してみようかなと思っています。いわゆるコーチングとかそういうのでは全然ないんですけど、こういうふうに自分が持っている視点とはまた違った全く別の視点を持っている方と話すのが結構好きで、自分をその抽象度を上げて俯瞰してみるってことをすごく大事にしていて、そういうふうに私と違う視点を持っている人と話すことで、その選択肢だとか自分の可能性が広がったりする。今自分がいるところと同じような人と話してもしょうがないので、自分の人生を歩んでいく中で思っていることがなんとなく毎日を過ごしてしまうと、過去の延長線の自分でしかいられないというか、なんとなく毎日のルーティン、今までの私がこの選択をするから当然のようにこれからの選択も同じような選択、変わらない日々、変わらない人生、その繰り返し、それを生きるんじゃなくて、私は未来の自分のなりたいイメージがあって、そこから時間を流す。未来のなりたい自分が今の選択をしていくっていうね、未来から時間を流していきたいです。それは過去の延長線上にあるものとは全く違うフィールド。選択っていうものが不安とか焦りとかやらなければならないとか、そういうものから来るんじゃなくって、欠けてるものや足りないものを埋めるために今を選択するんじゃなくって、自分の純度を高めて、本当に自分は何がしたいのか、どうなりたいのか、本当の自分ってどんな人間なのか、そういうところから満ちている状態から、何でも選べる状態から今の選択をしていく、そう常にありたいと思っていて、でもやっぱり人間って生きていたらいろんな不安もあるし、葛藤もあるし、自分は豊かで何でも選べるって思えない状態な時もあって、そんな時にそういう自分とはまた違うフィールドにいる人と話すことによって、このスイッチを切り替えることができるというか、不安に溺れてる自分とか、欠けてると感じている、足りないと感じているものを埋めようとしているところに溺れている自分からちょっと視点を変えて抜け出して、抽象度が高いところから今の自分を見ることができるようになったりするので、私とは違う人と話すってことをすごく大事にしています。もうすぐ時間なので行ってきます。セッション内容を録画していたのに、なんと音声が録音されていませんでした。でも話すことによって自分の考えもまとまったし、すっきりしました。今、私のこの YouTube チャンネル登録者は300人ぐらいなんですけど、この後絶対に伸びるから私のストーリーを伝え続けることと言われました。このセッションをしたのは9月9日時点なんですけど、今この動画の編集をしている11月の時点では、無事に YouTube チャンネルの収益化ができているのです。願いが叶っています。この当時の私に本当に言ってあげたいです。YouTube の収益化できてるよって。どんどん前に進んでいるよって。この頃想像もしなかった場所にあなたはいるよって。
当時のこの画面にいる私に言ってあげたい。はい、なんかモヤモヤしてたのがすっとなくなりました。話してよかった。ブライアンからまた来月も近況報告のアップデートの電話しねって言われたので、また来月も話せることを楽しみにしています。私のこと以外にもちょっとブライアンもいろんな人のコネクションがいろいろあるから、覚えてるかな、車の修理屋さんのテイラーのお友達、私たちを助けたいって言っているミスター D さんについてもちょっと相談してみたんです。ブライアンにこの話がわからない人はエピソード23を見てもらえたらミスター D さんのことが出てくるので見てみてください。そしたらブライアンもいろいろ調査をしてくれて、でミスキャットもミスター D と電話で1時間以上話して、でそれがミスター D が言ってることが本当のことなのかっていう裏付け調査もすっごいしてくれて、でブライアンとミスキャットの話を照らし合わせると、おそらくミスター D が言ってることはほぼ本当なんです。彼にはたくさんのすごいコネクションがあることとか、今までの実績とか、彼が私にしようとしてくれていることもおそらく本当だろうし、私が今ステイしているホームレスシェルターにも出資しているし、 DHS にも出資をしている出資者、そういうふうにいろんなところに出資してるから、すごく強いコネクションもあるし、私の DHS の担当の人とも話すことができると言っていたし、彼はいわゆるインベスターで、人だとか情報のコネクションが彼に集まるから、例えば法とかの隙間を渡るというか、なんかそういう情報と情報、人と人をつなげる、それにインベストするプロという感じみたいです。それは本当なんだけど、一つだけ問題があって、インベスターという資格があるわけではなくプロセス中だということ。だからそこがすごくグレーゾーンなんです。今は少しでもグレーゾーンを渡るリスクを取るほど私が差し迫ってる状況なのかというと、ちょっとね、私の状況が今変わってきてて、すごく複雑なので今から説明します。8月に CPS、チャイルドプロテクションサービス、いわゆる18歳未満の子供に対する虐待だとか育児放棄に関する調査が入ったこと。アメリカで離婚するには親権問題の弁護士費用であるとか離婚裁判の費用とかめちゃくちゃお金がかかるんです。だから離婚したくてもなかなかできない人がいるんだけど、私のケースにおいて婚姻関係を続けるのは望ましくないとの判断で、CPS からリーガルエイド、つまり裁判費用が払えなくても弁護士や裁判費用を賄ってくれる政府の団体に私のケースが渡り、リーガルエイド本部から私たちが昔住んでいたユーコンという田舎のリーガルエイドの方に私たちのケースが渡りました。その人から、私たちはホームレスということだけど、あなたの夫もお母さんのところに滞在しているってことは、彼もホームレス扱いになるから、法的に何もできないって言われて、帰るように言われたんです。じゃあ私はどうすればいいのですかと聞いたら、弁護士は何もできないよ。あなたがリーガルエイドに戻っても、リーガルエイドはあなたを助けることはできない。それにあなた、離婚するのにはかなりのお金がかかるのよ。そんなお金、あなたは払えないでしょと言われました。そんな中でテイラーに出会ってミスター D さんを紹介してもらったわけなんですけど、私は弁護士にそう言われたことが納得できなくて、もう一度 CPS の担当の人とリーガルエイドの担当者に話してみたんです。こういうことを言われましたってね。そしたら CPS の担当者もリーガルエイドもそんなことはないよって別の弁護士の担当者を紹介してくれました。その弁護士さんとの契約を結ぶか結ばないかの期日が2日後の11日の月曜日なんです。一人の弁護士さんと契約をすると、その契約内容の中にその人以外の弁護士と話さないことという内容も含まれているので、こっちのリーガルエイドの弁護士さんと契約をしたら、ミスター D さんが紹介してくれる弁護士さんと話すことができなくなります。
そしてミスター D はリーガルエイドに良い弁護士はいないし、すごく進歩が遅い。仕事がスローだ。だから自分のところのプライベート弁護士だと仕事も早いし、親権をより多く獲得できるから、そっちと契約しないで断ってって言っているわけなんですよ。これってすごく賭けなんです。でも最終的にミスター D ではなくリーガルエイドの弁護士さんに頼もうと判断した決め手として、ミスター D のインベスターの資格がプロセス中だったということですね。だからすごいグレーな橋を渡ることになるんです。ちゃんと政府がやっているリーガルエイドの弁護士さんにお願いすることにしました。まあいろいろね選択していかなきゃいけないこともあるけど、私はテイラーが私の力になろうとしてくれたこととか、車を一生懸命直そうとしてくれたことは、本当にテイラーは心から私を助けようとしてくれたんだなと思っていたし、ミスター D さんをね紹介してくれたことも私のためになると思ってテイラーをやってくれたことだと信じているし、ミスター D さんもなんか助けようと何か力になろうとしてくれたのかなって思っています。それがちょっと D さんがしようとしていることが私にとってちょっとオーバーウェルミングだったというか、なのでこれからも私の車に何か故障があったりした時はテイラーが頼れるメカニックだと思っているし、ただね、リスクを取らない方向に行こうと思っているので、月曜日がそのリーガルエイドとの弁護士と契約ができる期日になるので、月曜日にリーガルエイドの方に行ってね、リーガルエイドの弁護士さんにサインをしたいと思っています。では今日は見てくださってありがとうございます。この動画が楽しければいいね、チャンネル登録、ベルマークボタン、コメントをいただけたらとても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。